これ断面ほら、どうです。この断面を皆様に見せたかった。どうも至高のリュウジです。ということでですね、もうすでに至高になっております。そして至高の僕が作るってなったらやっぱりあれですね、至高のレシピです。今回はですね、至高のチャーシュー。僕のチャーシューはキャンチャンなので、キャンチャンに至高のチャーシューを作り方すごい邪道です。邪道なんだけど王道というか、まあとにかくそういう作り方をしていきます。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、早速やっていきたいと思います。豚バラ肉なんですけど、今回のチャーシューは、だいたいね、赤身と脂身が5ぐらい。または、赤身が6で、脂身が4ぐらい。脂身があったらトロトロになりますんで、こういうようなものを選んでいただいた方がいいと思います。これは非常にいい肉ですね。はい。で、これを使っていきます。今回は、まずね、普通にお湯で豚肉を煮ていきます。ここに入れて、で、これ水入れる。だいたいこれぐらいかぶるぐらい入れていただいて、でこれに火かける。この時に生姜とか、ニンニクとかいらないです。これ十分ね、臭み抜けますから、煮るだけで。沸騰したら蓋をしてから、1時間ぐらい煮ていきます。はい、じゃあですね、1時間半煮込みました。1時間でもいいんですけど、1時間半の方がとろっとします。プルッとします。1時間とか30分とかでもいいんですけども、1時間とかやるとほろっというチャーシューになります。これはね、好みです。これ弱火ね、蓋して弱火で1時間半煮込んだ姿はこちらです。余計な油分がもう出てるでしょ。これがいいんですよ。茹でた汁はね、豚の旨味も蓄えてますから、中華スープとか入れてスープにしたらいいです。バットに一回乗せましょう。でこいつはまあ別口でスープにしましょうね。スポーティーバッグに豚を入れます。お醤油なんですけども 75cc たっぷりと入れておきます。はい、醤油とみりんは煮切ってくださいね。 25cc ずつ入れるんですけどね、煮切りは鍋でやってももちろんいいんですけども、レンジでやるのが一番早いね。アルコール大丈夫な人はこのままやってもいいんですけども、ちょっと煮切りましょう。2分ぐらいなら煮切れる。で待ってる間にハイボールを飲んで飢えた心を潤します。で醤油だけでつけておくと何時間も経つとすごくしょっぱくなっちゃうんですけども、煮切ったみりんと酒入れるからまろやかになるんで大丈夫です。600ワット1分半でよかった。煮切ったみりんと酒を入れます。味の素。なんで味の素入れるかって、これちゃんと理由があるんですよ。豚を水から煮てるんですね。だから旨味がちょっとね落ちてるんですね。だからここで旨味を補強してあげる。12345振りぐらい。これでうまいチャーシューができます。最初からジップロックに入れて煮ればいいだろうって。そうしたら、ね、臭みが抜けないんです。好みでいいんですけども、おにんにくこれ半かけ分ぐらい入れてあげると、おにんにくこれでね、にんにく醤油漬けみたいになるんで、なるがうまい。にんにくちょっとやだなっていう方、生姜でもいいですし、タレになじませてにんにく醤油だれ、今回これで漬けて空気抜いてください。こうやってね。でそしたら最後に閉じていただければちゃんと全体的に使ってるでしょ。これで大体ね1時間ぐらいつけておきます。はい、じゃあですね、1時間経ちましたので早速お肉をやっていきたいと思います。これがしますね。これこう切りますか。1時間半煮込んだからね、しっこうまいですから。この全てを凝縮したような味がしますね。これちょっと世に出したらまずかったかもしれない。うますぎるわ。ちょっとカッティングしていきます。ほらスッといくんだよねこれね。ほら俺ずっとどうほらこれよ、このトロプルドゥほらほらほら、これ断面ほらちょっとこうほらどうです皆さん。この断面を皆様に見せたかった。これですよ。ほらほら、これやば、これやばいってこれ。
ちょっとね、つけてあったからちょっと冷めてるので、人によってもうやり方違うんですけども、このままフライパンで炙って温めてもいいし、レンジにかけていただいてもいいです。これ焼いたらね、このフルンフルンがね、ちょっとね、パリッとなっちゃうんで、今回はこのままちょっとレンジで温めます。ちょっと温めたいんで、つけ汁にちょっともう一回入れて、これで温めたいと思います。タレにつけたまんまちょっと電子レンジいきます。1分半ぐらいで結構温まると思う。わあ、いいですね。1分半加熱しました。これ電子レンジ可のやつなんですけども、お皿とかの方がいいかもしれないですね。盛り付けていきたいと思います。うわ、そうだな、これは。この完璧な采配、完璧な盛り付け、全てがパーフェクト。世界はこの時を待っていた。香ばしさが出したいなっていう、この場で炙ればいいです。ここにからしを絞る。最後にかける、これ好みです。チャーシューだけ結構ね味がついてますから、これに混ざるチャーシューある？いや、ない。ということで至高のチャーシュー完成です。 OK。 はい、ではできました。食べていただきます。いいですか？今日はギネスいただきます。じゃあいっちゃいます。いただきます。あ、うまっ。トロップルなんですよこれで、ここにねからし、やばいやばい、これやばい。水で煮ることによってすっごくホロホロに柔らかくなる。塩分の入った煮汁で煮るのもいいんですけども、そうするとね、塩分がやっぱ豚に入ってお肉硬くなっちゃうんですよ。なんでこれ水で煮てからつけ汁に浸すっていうやり方をやってる。まあうまいよこれ。からしの相性が最高。加熱が不十分だとこの脂身ってちょっとねコリッとして硬くなっちゃうんですけども、1時間半煮込んだおかげで最高にトロプルです。お、これうまっ。味変カンフージェネレーション、ネギです。普通の小ネギでもいいし、白髪ネギとかでもいいですけど、とにかくネギ入れてください。わさっとここに禁断の、はい、ラー油です。ネギラー油チャーシュー。ちょっとダメにする。僕がダメになったらこいつのせいですよ。これネギもっとダクダクでもいい。チャーシュー丼にする場合はご飯乗っけてブラララってこうチャーシュー乗っけて炙った方がご飯に合うかもしれない。炙ってチャーシューだれをご飯にかけていただいて、少しラー油とネギを持っていただいて、あとね温泉卵をね、温泉卵を落としていただいて、それをこのチャーシューと絡めて、それでご飯を頬張る最高の丼になりますから、これもぜひねやっていただきたいと。時間がかかるんですけど、手間的にはそんなかかってないんですよ。今回はね本当にうまい。手間かからずにこんなにうまいチャーシューができるってこと、皆さんに見せつけたい、ドヤ顔したい。そのためにこの動画を撮っておりますので、皆さんよろしくお願いします。